日本語で話したいのに言葉がすぐ出てこない。日本語ネイティブの会話のスピードについていけない。それ、頭の中の翻訳が原因です。例えばこれを日本語で説明してみてください。5、4、3、2、1。頭の中でA man's reading a book at a cafe だから男性が本を読んでいますカフェでというようにあなたの国の言葉を日本語に直していたら注意が必要です。これでは絶対に日本語をスムーズに話せるようになりません。でも大丈夫です。この動画ではたった2週間で頭の中の翻訳をやめて日本語を日本語のまま理解する力、つまり日本語の作り方を教えます。2週間後にはあなたの日本語は必ずレベルアップしています。さて、日本語脳が大事だと言いましたが、日本語脳って何と思っていませんか？日本語脳はとてもシンプルです。日本語を日本語のまま理解して日本語で考えて話す力、これが日本語脳です。あなたは日本語の単語を見たとき、一度あなたの国の言葉に翻訳してから意味を理解していませんか？その翻訳をしなくても日本語がわかる状態、これが日本語脳を持っている状態なんです。この脳の仕組みはある有名な研究によって証明されています。この研究によると、言語の学習には2つのステップがあります。1つ目は言葉と言葉をつなげるステップです。これは言語を勉強し始めたばかりの人の状態です。日本語の言葉をまずあなたの国の言葉に翻訳してから意味を理解します。2つ目は言葉とイメージをつなげるステップです。これが日本語が上手な人、つまり日本語の状態です。日本語の言葉が翻訳なしでイメージとつながっています。例えば皆さんはあなたの国の言語のネイティブスピーカーですよね。もしあなたの国の言葉が英語ならキャットと聞いたらこのイメージが思い浮かぶはずです。では日本語で猫と聞いたらどうですか？日本語で猫と聞くとまず頭の中でキャットと翻訳してからイメージが浮かびますよね。これが研究でいう言葉と言葉をつなげるステップなんです。でも日本語脳がある人は違います。猫と聞いても翻訳しません。すぐにダイレクトにこのイメージが頭の中に浮かびます。これが2つ目のステップで言葉とイメージがつながる段階です。猫ぐらい簡単な言葉ならすぐイメージできるよと思う方も多いかもしれません。では次はもう少し長い文章でテストしてみましょう。カフェで店員さんにこう言われたらすぐに意味がわかりますか？5秒で考えてみてください。すみません、このケーキは人気があるのでもう売り切れてしまいました。5、4、3、2、1。どうでしたか？人気、売り切れと一つ一つの言葉を翻訳して時間がかかってしまった人も多いでしょう。JLPT で高いスコアを取ったり日本人とスムーズに会話をする外国の方はいちいち翻訳をしていません。あなたは単語や文法はたくさん知っているのに話すのは苦手なんだよねとか聞き取るのが苦手なんだよねとか思っていませんか？その一番の原因はこの日本語脳が作れていないことなんです。頭の中で翻訳する癖があるとどうしても会話のスピードに遅れてしまいます。相手が話してから翻訳して考えてまた翻訳して話す。これではスムーズな会話はできません。もしあなたが将来日本で生活をしたいとか日本で仕事をしたいとか日本人の友達をもっとたくさん作りたいとかそういった目標があるならこれを覚えていてください。何よりも先にこの日本語脳を作ってください。これがあなたの日本語をレベルアップさせる一番の近道です。ここまで見てあなたは日本語脳がとても大切だということが分かったはずです。しかしきっとこうも考えていると思います。日本に住んでいないから日本語脳は作れないとか日本語脳を作るには日本に留学しないといけませんか？これは本当に私がよく聞かれる質問です。まず結論です。日本にいなくても
日本語脳は絶対に作れます。日本語を話せるようになるために日本に行く必要はありません。逆に日本に来ても日本語を話せない外国の方はたくさんいます。なぜなら日本語脳を作るために必要なのは日本という環境ではないからです。最も重要な環境、それはあなたの頭の中にあります。具体的には日本語を翻訳ではなくイメージで考える習慣です。この習慣こそがあなたに必要な環境です。ではその習慣をどう作ることができるでしょうか。今日からできるとても簡単で効果的なトレーニングの方法をお伝えします。それはあなたの目に見えるものの名前を全部日本語で言ってみることです。周りを見てください。これが見えたら椅子。これが見えたらマイク。これが見えたらパソコン。これが見えたらカーテン。これが見えたら窓。このように声に出して言ってみましょう。このトレーニングはなぜ効果があるのでしょうか。理由はシンプルです。あなたの脳が翻訳をしなくなるからです。目の前にあるこのイメージと椅子という日本語の音が直接つながります。この簡単なトレーニングを毎日続けることが日本語をイメージで考えるという習慣を作るんです。重要なのはどこにいるかではありません。どうやるかです。だからこそ本気で日本語が上手くなりたいなら正しいやり方で正しい順番で日本語を勉強することが大事なんです。ではこれから日本語脳を作るための大事な3つのステップを説明します。まず初めのステップはあなたの国の言葉から日本語へ翻訳することです。日本語は日本語のまま理解するんじゃないのって思った人も多いと思います。しかしトレーニングの最初の段階ではこれは日本語で何というのかっていう情報がなければ何も始まりません。なのでどうしても最初はあなたの国の言葉で日本語の意味を調べるということが重要になります。その時は難しく考えずに普通に調べてください。Google 翻訳、ネット検索、チャット GPT、辞書とかあなたが使いやすいツールで大丈夫です。例えば to turn off the light と調べると電気を消すという日本語が出てきます。まずはこの情報を手に入れることがスタートです。ステップの2つ目がイメージで捉えることです。ただしここで最も重要なことがあります。先ほど調べた日本語をあなたの国の翻訳で覚えるのは絶対にやめてください。そうではなく言葉とイメージをつなげるんです。どうやってイメージを見つけるの？Google の画像検索を使います。先ほど調べた日本語、例えば電気を消すというテキストをそのままコピーして画像検索に入れてください。たくさんの電気を消している写真が出てきます。大切なのはそこにはあなたの国の言葉は一つもないということです。写真を見るだけでイメージで意味が理解できるはずです。イメージを選んだら次に何度も声に出して発音します。日本語は音とイメージで作られるからです。電気を消す、電気を消す、電気を消すとその写真を見ながら音を脳に覚えさせてください。そして発音についてもう一つ重要なことがあります。できる限り正しい発音で練習してください。なぜなら正しい発音はリスニング能力にもつながっているからです。あなたが正しく発音できる音はネイティブスピーカーが話した時にもはっきりと聞き取れるようになります。ステップの3つ目は文章を長くしてみるということです。では学校へ行きますという文を使いながらあなたに関係する少し長めの文を一緒に作ってみましょう。でも文章を作るのはまだ無理だ。そう思っていませんか？大丈夫です。文を長くしたいときは5つの W を意識してください。1つ目 It's when、 2つ目どこで Where、 3つ目誰が Who、 4つ目何を What、 5つ目なぜ Why。 ではこれらの質問に当てはめて電気を消すを使った文を作ってみましょう。例えば It's when は家を出るときは電気を消す。どこで Where は自分の部屋の電気を消す。
3つ目、誰が Who は自分が電気を消す。4つ目、何を What は電気とエアコンを消す。5つ目、なぜ Why は寝るために電気を消す。これら5つの W を考えるだけで文をより長くすることができます。これを全部つなげて綺麗な一つの文にするのは最初は難しいと思います。ですから初心者の人は短い文章で大丈夫です。完璧な文じゃなくても全く問題ありません。とにかく日本語を日本語のまま理解して文章を作るトレーニングを続けてください。これが日本語のにつながります。ではこれまで説明した3つのステップに基づいた具体的なアクションプランを教えます。このプランをこの通りにやればあなたはたった2週間で日本語の基礎を作ることができます。まず Day1 から Day5 です。あなたの周りにあるものを日本語で言えるようにする。最初の5日間のミッションはとてもシンプルです。あなたの目に見えるすべてのものの名前を日本語で言えるようにします。例えばあなたの部屋にあるこれはコップ、これはお金、これは本。まずあなたの机にあるものを日本語で言ってみてください。大切なのはただ翻訳を覚えるだけでは意味がありません。必ずステップ2で教えたイメージで覚えるやり方を行ってください。例えば英語の chair を調べたとします。答えは椅子です。ここで chair イコール椅子と覚えないでください。このイメージと椅子という音を直接つなげるんです。その方が覚えやすくてかつ実際に使える知識になります。では Day6 から Day10 です。あなたの毎日の行動を日本語の文にする。Day1 から Day5 であなたの身の回りにあるものの名前を日本語で覚えました。次の5日間はそれらを使って文を作ります。難しい文を作る必要はありません。とても簡単な文で大丈夫です。ここではあなたのルーティンを簡単な日本語の文にします。例えば朝ごはんを食べる、コーヒーを飲む、学校に行くなど何でも OK です。これらを5つの W を使って文にします。例えば朝8時に渋谷にある学校に行く。必ずその行動、ルーティンをイメージしながら声に出して練習してください。そうすることで実際の会話で自然に使えるようになります。Day11 から Day14 は新しいフレーズに触れてみるです。Day11 から Day14 は少しだけレベルアップします。あなたのルーティン以外の新しいフレーズに調整しましょう。ただやり方はこれまでと同じなので大丈夫です。イメージと結びつけながらフレーズを覚えます。例えば傘を差すというフレーズ。これは傘を開いて使うという意味です。文字で傘イコールアンブレラ、差すイコールオープンと覚えるのはやめてください。それはただの翻訳で日本語脳のトレーニングにはなりません。そうではなくリアルなイメージを作ります。あなたが駅を出て冷たい雨が降ってくる。カバンから傘を出してバサッと開く。その音や感覚までイメージしてください。必要であれば Google の画像検索を使いましょう。そのイメージを思い出しながら傘を差す、傘を差す、傘を差すと何度も声に出す。これが本当の日本語脳を作るんです。今日は日本語脳を作るための科学的な方法や具体的なアクションプランを説明してきました。周りにあるものの名前を言ってみる。ルーティンを文にしてみる。これらはとても簡単に始められることです。難しい単語帳を開いて100単語暗記しろとは言いません。まずは目の前にあるものを日本語にしてみる。大事なのは正しい方法でできるという経験をして勉強を楽しむこと。これを続けられた人だけが自然に日本語を話せるようになるんです。今日あなたが
新しく学んだ日本語は何ですか？その日本語をコメント欄に書いてみてください。このチャンネルでは日本のトップ大学の慶応大学で言語学習理論について学んだ私が科学的に正しい日本語の勉強方法についてシェアしていきます。ではまた次の動画でお会いしましょう。